こんにちは、万藤です。このチャンネルでは主に旅やキャンプについて取り上げています。万博期間中は万博についてもたくさん取り上げる予定なので、よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。さあ、この日は待ちに待ったブルーインパルスの展示飛行の日です。今は午前9時10分なんですけども、来場予約は10時から取れています。前日もブルーインパルスが飛んでいたんですけれども、その時は結構雲が多かったんですが、今日はもうピーカンに晴れています。なので気温は朝からうなぎ登りに上がっていて、かなり暑いです。今日も温度計を持ち込んで温度を測ってみたんですけれども、日向の温度はもう信じられない温度でした。なんと40度を超えています。幸いゲートの前での待ち時間はそれほど長くなくて済んで、10時10分には入場することができました。ブルーインパルスはお昼から飛ぶ予定なので、午前中はなるべく体力温存のためにパビリオンは回らないようにします。今まで東ゲートで行われていた脈々くじなんですけれども、7月の18日からはここ西ゲートのすぐ隣の場所で行われる予定になっています。この日はフューチャーライフビレッジの隣のギャラリーウエストで新潟県のイベントが行われていました。これ新潟からわざわざ持ってきた雪らしいんですけど、雪だるまを作ろうとしてて諦めたみたいです。暑すぎますよね。もう無理ですわ。もう一つね、雪を使ったものがあって、このゲルのような建物があるんですけども、ここに入るとエアコンが置いてあって、でこのエアコンなんですけども、冷媒を使わずに雪だけで、冷房をしているっていうものなんですよね。やっぱり本物のエアコンみたいにキンキンには冷えてないんですけども、冷風扇みたいな感じの涼しい風がずっと出てました。でこの建物の外に出ると確かにですね、ここに雪が積んであるんですよね。この雪解けの水を使って部屋を冷房してるみたいです。でもう一つですね、面白いイベントやってたんですけども、新潟といえばですね、実は火炎式土器というのが出てきて、それがですね国宝になっているんですけども、その縄文時代の火炎式土器本物の5000年前のものを実際に手に取って写真が撮れるというイベントやってました。これは結構すごいですよね。はい、ここにあるのが本物の5000年前の土器なんだそうです。せっかくなのでですね、僕も写真を撮らせてもらいました。まあお花が似合わないですね。休憩するですね、ベンチの背もたれがですね、スキーとかスノボになっているんですよね。こういうところもですね、雪国のアピールですよね。新潟のブースをブラブラしている間に、久しぶりに復活した青と夜の虹のパレードの予約が取れました。さあ、お昼近くになってお腹も空いてきたので、ここら辺で一つご飯を食べたいと思います。ここはですね、西ゲートのすぐ近くにあるグランドフードコートです。このフードコートにはですね、全部で5カ国、イタリアとインド、バングラデシュ、それにトルコと日本の料理が入っています。ただですね、インドとバングラデシュ、それに日本はカレー推しになっているんで、ほぼもうこの部屋の中カレーの匂いしかしないです。ということで僕はビリヤニを頼みました。これはチキンビリヤニなんですけども、チキンがゴロゴロ入っててめちゃめちゃ美味しかったです。さあ、ご飯を食べた後はもう一つ復活したものを見に行きます。そうです、空飛ぶ車、とうとう復活しました。この日聞いたところだと11時半と14時半の2回実演が行われているみたいです。今回飛行展示をしてくれたのは前回と同じ機体なんですけれども、この後ですね、また協賛会社が変わって機体もですね、違う機体で飛行展示をしてくれることになっているみたいです。当日登録ができればですね、この格納庫の中にあるミッドナイトという機体に乗ったりできたんですけれども、あいにくですね、もういっぱいで残念ながら、入ることはできませんでした。羽の落下事故が起きてからやはり何か強化したんですかね。羽の下に何かついてますよね。
右下のが元々の機体です。実はですね、その飛行展示の方法もちょっと変わってしまっちゃったんですよね。事故が起こる前の飛行展示の時はもっとですね、ぐるぐる旋回してくれたんですけども、今回はもう A 地点から B 地点にちょっとだけ移動するっていうことだけで、あとはもうですね、何もなかったんですよね。やっぱりですね、ちょっと慎重になっているのかもしれないですよね。この日はエキスポアリーナ祭りで千人太鼓のイベントもやっていたので、そのイベントも見に行きたいと思います。この千人太鼓なんですけれども、北海道から熊本、そして海外の太鼓団体までが集まって演技をするというものになります。お疲れ様。こっちはいよいよ本番ですけれども、今はね初めてずれました、ね、みんなも思ったと思いますけれども、生音やっぱし遅いですね。実際聞いて思ったと思うんですけれども、もともとですね、それぞれ各地で練習はしていたみたいなんですけど、一堂に会して練習をするのが、この日が初めてだったらしいんですよね。なので、ぶっつけ本番でこの会長さんが言ってるみたいに、うまく音が合わないっていうのが直前までずっと続いていたみたいです。そして実際のですね、本番になったわけなんですけれども、やっぱりですね、ちょっとずつ訪れているなっていうのは素人の僕が聞いても分かったんですけど、だんだんですね、やっているうちに一体化してくるんですよね。これがすごい面白かったです。大成功やね。3年待っててわずか10分間で初めてみんな会って大成功。これだけの太鼓が返して、それが一斉に調和するっていうのは本当に気持ちいいですね。一生の間でもこれだけの太鼓をですね、揃えてする演技っていうのはまず見ることがないと思います。本当に素晴らしいものを見せてもらいました。さあ、気温の方なんですけれども、やはり日向は40度を超えています。そろそろ冷たいものを何か食べたいです。周りでですね、出ているお店のメニューもどんどんですね、真夏向けのメニューに変更になってきてます。なんかですね、かき氷を食べたいなということであちこちうろうろしていたんですけれども、リングの北側のですね、韓国料理屋さんでマンゴーピンスを発見したので、それを食べてみたいと思います。結構お昼ご飯で冷麺食べてる人も多かったですね。これ1300円だけど結構な量あるんですよね。もう優に2人前ぐらいの量はあると思います。
1人で食べるよりもうこれ2人でシェアして食べたらちょうどじゃないかなっていうぐらいの量ありました。このピンスなんですけど、こうやって混ぜ混ぜして食べると美味しいです。冷麺の値段もお手頃なんで、ここ結構穴場なんじゃないでしょうかね。さあ時刻は1時です。まだブルーインパルスが飛ぶまであと2時間あるんですけども、念のためですね、様子を見るためにリングの上に上がってみようと思います。2時間前でですね、もうこの状態ですからね。なので結局もう僕もですね、1回上がっちゃった後はですね、もうこれはここで待つしかないなっていうことで、このリングの北側のところですね、もう2時間待つことにしました。通路の上段の部分なんかはもう見てください。こんな感じでもうパンパンに人が入ってます。リングの上の方はですね、風も通ってて、そこまでですね、もう酷暑という感じはなかったんで、まだマシでしたね。さあ2時間が経ちました。もう下もですね、パンパンに人が膨れ上がってみんな待機してます。さあここからはブルーインパルスの様子をナレーションなしでご覧ください。1個出してないやつ。
いやー、素晴らしかったですよね、本当に。この飛んでいる瞬間っていうのはもう万博の会場が一瞬もう全て止まって、もうみんなが一体化している感じがしてすごかったです。これは多分一生の思い出になりますね。時刻は今3時過ぎになっているんですけれども、ずっとこのブルーインパルスの飛行中ですね、下の方からなんか和風の音楽がずっと流れてたんですけど、実はですね、47都道府県の盆踊りというのをこの日紹介してたんですよね。もうこの人たちもみんな一生懸命ですね練習してきてたはずなんですけど、ちょうどブルーインパルスがそこに入ってきちゃったんで、なんかすごく多分この人たちにとっては残念だったでしょうね。ちなみにこれ飛び入りで参加しても全然大丈夫なやつでした。そろそろ小腹が空いてきたんで、ドイツ館でブラートブルスト焼きソーセージのですねサンドイッチを食べることにしました。
味としてはよくあるハーブ入りソーセージの感じがしましたね。パリッてしてるかなと思ったんですけど、結構時間が経ってたのか、普通に茹でたソーセージみたいな感じの味でした。さあ続いてはレイガーデンで行われているサウジアラビアの文化週間のイベントに、参加してみました。サウジアラビアのいろいろな工芸品とか実際に職人さんが来てその手作業をですね見せてくれたりもしています。これちょっと面白かったのが似たようなですねジャンルの仕事をしている日本の職人さんも呼んでて、日本の職人さんとそのサウジアラビアの職人さんが並んで仕事してるんですよね。これがすごい面白かったです。今見えているのがこれが信楽焼の職人さんなんですけど、この隣にいるのがサウジアラビアの陶芸家の人なんですよね。すごい面白いですよね。サウジ館の中にもですね展示されていたアラビア書道をですねここでは実演してくれてました。書いてるのね、どう使ってるの、何使ってるのかなと思って見たらマジックなんですよね。マジックでこういう柄を描けるってすごくないですか。でこのコーナーでもですね日本の書道家の方が隣にいて一緒にコラボしてましたね。これは津軽三味線とそれからアラブのですね楽器ウードのですねコラボなんですけど、このウードという楽器ギターみたいに見えるんですけどフレットがないんですよね。だから三味線と似たような楽器っていうことですよね。サウジコーヒーの試飲もさせてくれてました。これサウジ館で提供されているサウジコーヒーと同じ味です。ポルトガル館の人は本当に粋なことしますよね。日が傾いたところでこういう音楽を聴かせるっていうのはもう本当に何ていうかセンスがすごいですよね。せっかくなので上に上がって夕日を見てみたいと思います。ちょっと雲があったんですけれども、ちょうど日が傾くところだけはですね晴れてて綺麗な夕日が見えました。なんか今週はサウジアラビアの特集の週なんですかね。このワセでもアラビアの脅威という名前で同じようなサウジアラビアのイベントが行われていました。このワッセの方ではですねあまり工芸品の紹介とかはされてなくって、文化とか観光地の紹介をメインに、展示されてました。でここではですねさっき飲んだサウジアラビアコーヒーの違いについて、展示されてました。北の方が割とシンプルで、南の方に行くといろんな香辛料を使うみたいですね。あとはですね、映えスポットがたくさんですね、用意されていて、もう女子には大人気でしたね。もう僕みたいなぼっちにはですね、入る隙がないんで、全然ですね、楽しめるもんじゃなかったんですけどね。この映えスポットの最後の方にですね、ロナウドのユニフォームも展示されていて、ここでも映え写真を撮ることができます。大体これで最後ですね。最後にちょっとしたですね、お土産コーナーもありました。
そろそろ青と夜の虹のパレードに行こうかなと思っていると雨が降ってきてですね、ここから先がちょっと面倒くさかったんですよね。この青と夜のパレードなんですけれども、観覧中はどれだけ雨が降っていても傘は差してはいけないという決まりなんで、カッパ持ってなければもう始まってしまうとびしょ濡れで見てくださいっていうことになるんですよね。なのでちょっと僕ね諦めて、自由エリアですね、傘差してもいいエリアの方に移動しました。で結局ですね、始まってみると雨が止んで、そのまま行っとけばよかったっていう話になったんですけど、もうめんどくさいんでこっちの自由エリアの方で見ました。なんかこの青と夜のパレード久しぶりに見たからかもしれないですけど、すごいなんかパワーアップして見えたような気がしたの、気のせいなんですかね。ということでですね、今日はですね何もパビリオン見なかったんですけど、これで今日は帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルもし気に入っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンなどお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。